Hello everyone、胸父ちゃんです。本日の動画はブッシュクラフトバックソーを作ってみる。行ってみよう。はい、それではバックソーを作っていきたいと思います。オーソドックスなスタイルと胸父ちゃんオリジナルのもの2種類作って使い心地を比べてみたいと思います。ではオーソドックスなバックソーから。使ったのはノコギリの刃バックホーボーソーブレイド21インチ Amazon で購入。それから3本のまっすぐな枝。道具はナイフ、ノコギリのみ。2本の枝を約30センチに揃えて切ります。もう1本はノコギリの刃より4センチほど短く切る。最初に切った2本に刃を入れるスリットを切ります。ちょっと深めに切った方がいいと思います。それからこの2本に最後の1本を差し込む保存受けをのみで開けるための位置をナイフなどで記していきます。のみで叩く作業のためバイス代わりにたまたまあったスウェーディッシュトーチに麻紐で固定して使いました。マークした位置をナイフで少し切り目を入れてのみを入れるガイドにしました。のみでガイドに沿ってほぞ受けを掘っていきます。枝の厚みの半分ほど1センチ強の深さにしました。次に長い最後の枝の両端を切り、ほぞに入るように加工していきます。ほぞが奥までしっかり入り、グラグラしないように加工した方がいいと思います。ここを適当にやってしまうと切っている途中で空中分解してしまいます。次にノコギリの刃の固定ピンが収まる丸いくぼみをスリットの外側に掘ります。刃をピンで取り付けた時に2本の枝が平行になるように調節しておきました。硬い細身の枝でピンを2本作り刃を取り付けます。こんな風につくようにしました。最後に刃と反対側に麻紐を2往復半して両側をクローブヒッチで留めました。
渡した紐の間に20センチぐらいの枝を差し入れてぐるぐる回して刃にテンションをかけていきます。そしてちょうどいいところで止めて完成です。意外と簡単でした。しかもよく切れる。では次に宗父ちゃん流のバックソーを作ります。っていうかブッシュクラフトソーと言った方がいいのかな。二股の枝を見つけてきました。最初はこの二股のところでそのままグイッと曲げてノコギリの刃をかけて終わりにしようと思ったんですが、力を入れたらあっさり折れてしまい、予定変更、プラン B へ。もう一つの小さな二股の枝を見つけてきて、その股のところでこの2つがしっかりとぶれないように接地面を平らに加工し、股のところを V 字に加工しました。反対側の端はさっきのバックソーと同じくスリットを切り、ピンのくぼみをつけておきます。全体の長さを刃を取り付けた状態で微妙に短いぐらいに調整して、 V 字のところを支点にテコの原理でテンションがかかるようにしました。これを麻紐でくくって留めれば出来上がりです。部品の数が少ないし固定できている分、こっちの方がしっかりしている感じです。安定感があるかもしれない。最後に切っているところを比べてみましょう。オーソドックスよりオリジナルの方がフレームの一体感があって力を入れやすくて早く切れていますね。でも畳が小さく持ち運ぶのはオーソドックスの方がいいし、何よりかっこいいですよね。もっとつなぐ部分の形状を考え直して加工の精度を上げれば強くできると思います。そのうちアップデートしてみます。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた See you next time. Bye.